宇宙世紀0083。アナハイムエレクトロニクスは1年前に得たエンゲージゼロのトライアルデータをもとに新型のガンダム開発計画を実行に移した。エンゲージゼロのスタッフたちもこの計画に引き続き参加し、ニック・オービルは1号機と2号機のメカニックとして、ルセット・オデビーは3号機のエンジニアとして、そしてペッシェ・モンターニは試作4号機 GP04 ガーベラのテストパイロットとしてドック艦ラビアン・ローズに赴任していた。ジオンの人間がジオンの人間と戦う、そのための兵器を開発しているという葛藤を抱えたまま、それでも己の信念に準じ生きるペッシェだが、そんなペッシェの思いとは裏腹にエギーユ・デラーズ率いる旧ジオン軍の残党たちはついに地球連邦軍に対して宣戦を布告する。すみませんルセットさん、お忙しいのにわざわざ。気にしないで。3号機の開発は順調だし、何より社内の不正疑惑だもの、放っておけないわ。ありがとうございます。それで結果はどうでしたか？結論から言うと、あなたの睨んだ通りだったわ。1年前にあなたが撃墜したテロ部隊のケンプファー、あの機体には間違いなくうちの社のパーツが流用されている。やっぱり何年も前の型落ちしたモビルスーツがエンゲージゼロと互角に渡り合うなんて道理でおかしいと思ったのよ。でもあなたもよく気がついたわね。4号機のテストをするようになって、動きの癖とか音とか、あれこの感じ前にもどこかでって思い始めて。現場で直接戦ったパイロットにしか分かりえない感覚ってことね。ありがとう。あなたのおかげで社内の不正をつかむことができたわ。いえ、そんな。実際に調べてくれたのはルセットさんですし。パーツの出所はどこだったか判明しているんですか？横流しを手引きしたのは多分フォン・ブラウン支社のリバモア工場ね。テスト機用に開発されたパーツの一部が廃棄処分として改ざんされた跡があったの。そこから下請けのジャンク屋あたりを経由してテロリストに流れたんじゃないかしら。ジャンク屋？心当たりでもあるの？ええ、少し。そうだったらその話は他でしちゃダメよ。あなたまでスパイじゃないかって疑われちゃうからね。オービルさんは何も気づかなかったのかな？私もそう思って話を聞こうとしたんだけどね。オービルとは今連絡が取れない状態なのよ。1号機と2号機の最終調整で地球に行くっておっしゃってましたよ。そうなんだけど、それがどうも地球で何かトラブルが起こったらしいの。トラブル？機体のアクシデントですか？わからない。私も探りは入れてみるけど、とにかくこのことはまだ誰にも話さないでおいてね。もちろんです。あなたは今から4号機のトライアルでしょ。それが終わったらクレナ所長も交えて3人で相談しましょう。わかりました。じゃトライアル頑張ってね。ミチェルが個人的にアナハイムと通じていたとは思えない。だとしたら背後にはもっと大きな何かが動いている。地球で起きたトラブルって何だろう。オービルさん、何事もなければいいけど。ペッシモンターニ、これより模擬戦闘を開始します。新手
いいから早く。わかりました。地球連邦軍並びにジオン公国の戦士に次ぐ。我々はデラーズフリート。ルセットさん、ペッシェ、一体何が起きているんですか？わからないわ。全ての回線に割り込んできてるのよ。なぜならば協定はジオン共和国の名を語る売国土によって結ばれたからだ。売国土が我々は日々思い続けた。スペースノイドの自治権確立を信じ、戦いの豪華の中に焼かれていった者たちのことを、そして今またあえてその渦中に飛び入らんとする若者のことを。スペースノイドの心からの気球である自治権要求に対し、連邦がその広大な軍事力を行使してささやかなるその目を摘み取ろうとしているその意図を証明するに足る事実を私は存じておる。これはガンダム2号機。どういうことですか、クレナ所長。2号機は地球で最終調整をしてるはずじゃなかったんですか？どうしてあの人たちがガンダム2号機を。なぜジオン独立戦争が勃発したのか、なぜ我らがジオンズム大君と共にあるのかを我々は3年間待った。もはや我が軍団にためらいの吐息を漏らす者はおらん。今真の和コードの熱き血潮を我が血として、ここに私は改めて地球連邦政府に対して宣戦を布告するものである。そんな。また戦争が始まる。ペッシェ。かりそめの平和へのささやきに惑わされることなく、繰り返し心に聞こえる祖国の名誉のために。ジーク・ジオン。あの演説の内容は事実です。それだけじゃないわ。2号機の強奪を手引きしたのはね、他でもない、オービルだったのよ。え？オービルが？オービルはね、デラーズフリートのスパイだったの。スパイ？そんな、どうして？それを聞きたいのはこっちの方よ。彼のおかげでジオン出身のスタッフたちはみんな連邦軍から疑われることになる。ペッシェ、あなたにもフォン・ブラウン支社から出頭命令が来てるわ。私も疑われてるってことですか？もちろんあなたがスパイじゃないことは上司である私が一番よく知っています。だけど上層部はそうはいかない。ジオン出身者の身体検査を徹底しろって連邦から圧力がかかってるのよ。私がジオンの人間だから。私にはジオンも連邦も国家も思想も関係ないのに。ペッシェ。クレナ所長、大変です。デラーズフリートを名乗る艦隊がこちらに向かっています。デラーズフリートが？所長、まさか3号機や4号機の情報まで漏れてるなんてことは。そうでなければ彼らがこんな辺境の毒艦を狙う意味がありません。きっとデラーズフリートはここにガンダムがあることを知って。社の機密情報が漏れてる。でも一体どこから？これは現場のスパイなんかじゃありません。もっと上のつながりから。アナハイムの上層部とデラーズフリートがつながっているってこと？その可能性は大いにあります。それにそれだけじゃない。アナハイムは1年前のテロ事件とも関わっている可能性があるんです。そんな。
クレナ所長、私に出撃させてください。それとも私がジオンの人間だから信用できませんか？私はこれまで正しいと信じてきたことをやってきました。国家も思想も関係ありません。エンゲージゼロや4号機のテストだって、たとえそれが同じジオンの人間の命を奪うことになってしまったとしても、それ以上に大きな意義があると思うからこそやってこられたんです。ペッシャ、それをジオンの人間だからなんて、そんな理由だけで、たったそれだけの理由で踏みにじられたくありません。わかりました。4号機での出撃を許可します。ありがとうございます、所長。ペッシャ、ラビアンローズの命運はあなたに託したわよ。